ということでデトロイト国際空港到着しました。それで今からなんですけど、アメリカのシアトルに移動します。これ乗り継ぎなんですけどね、最終目的地はハワイのホノルルなんですけども、ちょっといろいろありまして、今回ね乗り継ぎでシアトル経由で行くって感じになります。でそのいろいろっていうのはちょっともうあんま時間ないんですけど、軽く説明すると、こちらのデトロイトからねホノルルまで直行便あるんですよ。デルタ航空かな。最初それに乗る予定だったんですけど、チケット取るのをねもたもたしてたせいで、あまりにもね金額がすごい高くなってしまいまして、エコノミーでアメリカの国内線ですよ、ホノルルまでね、15万ぐらいで、コンフォートっていうもう1個上のプレミアムエコノミーで25万ぐらいで、いわゆるビジネスクラスですね、国内線のファーストクラスってやつ、あれで30万超えるという金額になってしまいまして、今日金曜日なんですよね、週末でアメリカの人たちも結構ハワイ人気あってしまったということで、乗り継ぎをしないとちょっとさすがに国内線でね15万とか20万とか30万出せないなと思って、でも安くても15万なんですよね。すごい悩んだんですよ。でデルタでデトロイトからホノルルまで直行便で、それで10時間ぐらいかかります。はい、結構遠いんですよね。その代わりシアトル経由で行って、エコじゃなくて、プレミアムクラスみたいなファーストクラスですね、国内線の、それを乗ったとしてもだいたい18万円ぐらいだったんで、結局ね15万も18万ももう変わんないなと思って直前だったし、席はもうエコノミーも空いてないんですよ。とりあえず今からアラスカ航空のシアトル行きに乗ってからまた乗り換えをするんですけども、結局その便もねエコノミー満席で、マイルももちろん満席なんで使えないということで、もう渋々、はい、今回すべての工程をですねその国内線のファーストクラスに、取りました。それで17万8万ぐらい、結局20万ぐらい払うんだよね。でそれをもし変えるとなるとすごい乗り継ぎをしないといけない。ロサンゼルスとか行ってそこからまた LCC でとかっていうのをやれば、それでも結局10万ぐらいかかるんだよね。なのでアメリカめちゃくちゃ飛行機高いです。失敗しました、ギリギリに取るのね。これもいい勉強代だということで、もう腹をくくって買いましたんで、その代わり乗り継ぎにはなるんだけど、ちょっとはね快適に移動できるんじゃないかなと。はい、カルガリーからデトロイトまでは LCC のねウエストジェットで普通のエコノミーで来たんですけど、あれも4時間ぐらいで結構きつかったんで、ちょっとね今回はいろいろ条件重なってではありますけど、それで取りました。すいません、これがねちょっといろいろあったっていう話です。もうあと出発まで2時間切っておりますので、今からチェックインしたいと思います。で、シアトルで乗り継ぎがね結構時間あるんですよ。7時間ぐらいあるんで、ちょっと着いたタイミングで判断しようと思いますが、シアトルのね街行ってみようかなと思ってます。弾丸で3年前か4年前ぐらいに私来てるんですけど、3年前ぐらいかな、一応なんかクラムチャウダーとか食べたんですけどそれ系のものをね食べれればいいなとは思っております。とりあえず早朝の移動ですけど、今回そんなお話です。早朝でもめちゃくちゃ混んでんな。他の都市はね便あるんだけど、なぜかねホノルルとか少ないよね。しかもやっぱ行く人が多いからもう常にいっぱいみたいな感じでミスりました。本当今回は、こちらアラスカ航空のチェックインカウンターですね。ファーストクラス取ったんで、一応 JGC あればここ使えますけど、よくよく考えたらアメリカの国内線なんで別にチェックインしなくていいや、モバイルでオンラインチェックインしたんで、もう今航空券 QR 出たんでこれで行きましょう。今回荷物預けませんので、このままもうセキュリティ抜けて中に入っていきましょう。ラウンジ入れるんかな、どうなのかな、めっちゃ混んでるな。いいや、とりあえず保安検査を受けましょう。アメリカな感じがひしひしと伝わりますね。基本的にもうセルフですよね。一応優先レーンはあるけど、うわめっちゃ混んでんな。保安検査やばそうだな。結局優先レーンはないみたいなんで並ばないといけない。すごい混んでます。ということで保安検査抜けました。めっちゃ時間かかった。50分ぐらいかかりました。とりあえずまだあとちょっとは時間あるんで、ラウンジ行けたら行きましょうか。どこにラウンジがあるかも分かってないです。とりあえず歩いてます。最悪すぐ機内食あるからいらないんだけど、一応ね暇だから行くって感じですね。マック食いたいな。マックグリドル食いてえな。最近ねもうマックグリドルにハマってるんですよ。混んでるな。これラウンジないパターンかな。こんなに大きい空港なのにルフトハンザのラウンジしかこのターミナルないな。
まあいっか、ちょっと歩いてみてなかったら諦めるか。多分違う方のねターミナルにありそうなんだよね。どうなんだろう、全然調べてないから適当なこと言ってます。今スタッフの人に聞いたらないみたいです。せっかくファーストクラス乗ってもないんですね。まあいいや、じゃあマック買おう。ちょっとやっぱお腹空いたわ。あと1時間あるからね。流れでマックを買ったんですけど、ちょっとパンクしてるわ。すごい人が殺到しててこれもらえないまま登場を迎える可能性あるな。ちなみにね、マックグリドルセットで、10ドルです。1500円です。まあ、別に嫌味を言うつもりではないんですけど、このアメリカの、働き方というか、ね、自分は私の仕事以外はやらないという、頼まれてること以外はやらないっていう多分スタンスなんですよ。だからこんだけ待ってる人がいて、こう出来上がったのを配る人っていうのが1人しかいないんですよね。で他のことで手が余ってる人も別に手伝わないんですよねそれがこのアメリカって感じがする。ということでようやく来ました、マックグリドルセット。これ食べてゲート行きましょう。なかなか戦争みたいなすごいピリピリした感じのマクドナルドです。じゃあいただきます。飲み物は相変わらずでかい。微妙ですねこれラウンジがないっていうのと、多分食べるとこ少ないんですよ、このターミナル。だからみんなマックに来てるんだと思いますよ。全然なさそうだ。閉まってるしね、まだ早いから。いただきます。アメリカのねマックグリドルやたら美味しいですね。めちゃくちゃハマってる。うまいわ。ただこのセットで1500円ですよ。やばいよね。いかに日本が安いかが分かる。ちょうどゲートの方にルフトハンザのラウンジがあったんですけど、朝6時からだから結局間に合わないんですよね。6時半のフライトなんで。ただプライオリティパス使えるんですよね。時間帯によっては PP があればここのラウンジで対応できますね。やっぱりマックとかねいいんですけど、あんだけ混んでてみんなもみくちゃ状態なんでね、朝からあれ嫌だよっていう人も多分多いと思うんで、そういう時にねやっぱりラウンジの良さを痛感しますね。そっか PP 使えるんだ。今ね空港の売店で水を買ったんですけど、だいたい空港で買うと1本500円ぐらいアメリカするじゃないですか。なんかねめっちゃ安くて、なんでこんな安いんだろうと思ったらアップルペイで払うと 50% オフだったっす。いいですね。こういうのちょっと見落としてる可能性ありますね。無意識にクレカで払ってましたけど、アップルペイで払うと安い場合がある。これはちょっと豆知識になりました。とりあえずゲートの前で待機しておきます。あと30分ぐらい搭乗開始ですね。とりあえず遅延なくね、問題なくシアトルに到着したら、まず空港でホノルル行きの便のチェックインカウンターに行って、荷物預けます。でホノルルまでが、ね、結構長いんですよ。6時間7時間ぐらいかかるんですよね。なんで、そこでは荷物預けて、で手ぶらな状態になってからライトレールっていうねトラムみたいなやつが空港からダウンタウンまでね行ってるんで、それで40分ぐらいで行けるはずなんで、それで直接終点まで乗って行って、で市場とか海の方、スタバの1号店とかある方に多分目の前だと思うんで、そこに行ってみようかなと思います。あとね、どれぐらい時間かかるかっていうのが分かんないんで、空港着いてもね、なかなかスポットが空いてなくて待たされたりとかいろいろあるかもしれないんでね、その時間を見ながら、よっぽど大丈夫だと思いますけどね。時差もあるんで、ここから、朝7時、6時半、7時ぐらいに飛び立って向こうに着くのが8時50分とかなんですよね、朝のね。2時間以上時差がある。2時間かな、ちょっと複雑です。すいません。多分今の話もあんまり理解できない人多いと思うけど、なんで要は朝9時ぐらいにシアトルに着くんですよ。乗ってる時間4時間ぐらいあるんですけど、時差がある関係でね。で時間も戻る感じなんで、9時から次のホノルル行きが、15時なんで、街に行って飯食って戻ってくるぐらいはできるかなとは思っております。はい、普段こういうこともやらないんですけど、最近ねもう本当に空港に着いたらラウンジとかカフェでひたすら作業なんですけど、せっかくシアトル来てるんで、ね、立ち寄ってみようと思います。はい、ホノルルまではね本当遠いね、しかも直前で今回チケット買ったり探したりしたせいでもうべらぼうに高くて、正直もう今回の旅赤字です。はい、
自分の満足するためだけにやってる感じになっちゃってるんで、皆さんよかったらたくさん見てください。動画の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。毎度おなじみ NordVPN の宣伝です。現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただいた方に大幅割引プラス4ヶ月延長というキャンペーンをまだまだ行っております。これを機会にぜひ検討していただければと思います。それで今この動画はですね、アメリカのデトロイト滞在中に撮っております。久しぶりにね、アメリカに来たんですけど、デトロイトといえばね、自動車産業の街ということで、日本人の方もね、多く出張で来られている方々も多いと思います。ここ最近企業でも出張をね、行かれるところがまた増えてきてるというか、今までね、コロナ禍であればオンラインで全部ね、済ませて海外出張とか、日本国内のね、出張っていうのも取りやめてるところが多かったんですけど、徐々にね、戻ってきてますね。で、あと海外旅行行かれる日本人の方も非常に増えております。毎度いつも同じ話でね、申し訳ないんですけども、私はね、NordVPN をすごい海外旅行で特に推奨しておりまして、海外旅行だけのね、話ではないんですが、皆さんね、旅行とか出張行かれた時に、空港とかね、駅とかホテルとか、ショッピングモールとかカフェとかでね、Wi-Fi つなげてネット見たりね、作業される方非常に多いと思うんですよ。で、そういった時に特に海外だとセキュリティが非常にね、危ないというか甘い、Wi-Fi がありまして、そういった Wi-Fi に接続した時に自分のね、大事な個人情報っていうのをね、盗み見されて悪用されてしまうという犯罪行為が起きております。せっかくの旅行、せっかくの、ね、出張の、大事な忙しい時にですね、そういったことのトラブルに遭ってしまった場合、時間ももったいないしテンションも下がりますよね。NordVPN をかまして Wi-Fi に接続することによって第三者から盗み見されるリスクをね、大幅に減らすことができます。セキュリティ対策としてね、使っていただいている方が非常に多いです。特にビジネスマンの方であれば会社からですね、公共 Wi-Fi に接続するなと、個人情報が入ったデバイスをね、指示を受けているところもかなり多いと思います。そうじゃないところもまだあるとは思うんですが、大事な顧客データとか、機密情報っていうのがね、それで漏洩したりした場合ね、基本的にはもうまずいことになりますよね。会社の信頼を傷つけることになりますし、下手したら会社員の方、クビになる可能性が高いです。旅行者で言えば、特にオンライン送金をするとかね、QR 決済をするとか、お金のやり取りに関してもそうですし、サブスクとかを皆さんね、入ってると思うんですけど、映画見たりとかゲームとかね、そういった時に VPN をかますことによって海外にいながらね、日本のサービスをそのまま利用できたり、逆に日本にいながら海外のサービスを使うとか、非常にね、使い勝手がいい VPN となっております。で、NordVPN に関しては業界最速の速度を誇っておりまして、 VPN をかますことによってネットの速度がね、低下するという、事象が起きるんですけど、NordVPN は影響なくサクサクね、動画もゲームも作業もですね、基本的にはスムーズに行えるということで信頼性が高いです。VPN の接続方法に関してもね、設定とか細かなね、調整っていうのをする必要が NordVPN でなくて、アカウントさえね、作っていただければワンクリックコネクトで瞬時にですね、アクセスして VPN をかました状態でインターネットを使うことができます。あとコスパ面でも非常に優れてまして、1契約していただく、1アカウントね、持っていただくと最大10台のデバイスと共有して使うことができます。家族であればね、10人分まで、使うこともできますし、友達でも誰かね、みんなで旅行行ったり、団体で出かけるときも1人持っていれば10人カバーできるので、割っていただいたり、割り勘でね、使ってもいいとは思いますし、そういった使い方もできるので、非常にね、コスパがいいです。なので私はね、ずっと NordVPN を、押しております。で、こういった広告もやらせていただいてるんですけど、はい、たくさんね、今まで動画見てくれてる人だったらご覧になってると思いますが、皆さんね、ぜひね、活用していただければと思います。現在 NordVPN ではキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上ご契約いただいた方は大幅割引プラス4ヶ月延長というね、キャンペーンをまだまだずっとやっておりますので、よかったらですね、これを機に契約を考えていただければと思います。動画の途中でございましたが、広告はこれで以上です。本編に戻ります。飛行機はこちらですね、737だかな。それでは間もなく搭乗開始です。前のおじさんがギター持ってて面白いですね。それでは優先搭乗で入れました。ということで機内に入りました。737ダッシュ8マックスですね。初めてあれだ、アラスカ航空の国内線ファーストクラス乗りますね。前ね、ホノルルからアラスカまで乗ったことあるんですけど、あの時は普通のエコノミーだったんで、高いですけどね、選択肢がこれしかなかったんで
しょうがないって感じなんですけど、本当だったらこんな高くて乗らないですよ。はい、まあでも4時間乗りますからね、シアトルまで快適に行けそうです。あと機内食も事前オーダーとかメールが来たんで一応やっときました。席は広いですね。ただモニターとかはないです。飛行機の中がまだ新しい新車の匂いというかピカピカの匂いですね。多分めっちゃ新しいやつだこれ。シートもすごいピカピカだもんな。確かアラスカ航空は機内サービスでスターバックスのコーヒーが飲み放題だった気がします。デルタ航空もそうですけどね。個人的にねアラスカ航空結構好きです。マイルでお世話になることも多いんですけど、アラスカ航空のサービスとかあとスタッフの対応とかっていうのはなんか正直ねユナイテッドとかより全然上だと思いますね。アメリカンとかもう自分はデルタとアラスカが一番だと思います。アメリカのエアラインで、ウエストジェットも良かったですけど、あれはカナダなんでそういいですよね。もうちょっと安ければいいですけどね。昔アラスカ航空すごい安かったイメージあるんですけどね。もうすでにファーストクラスは全席埋まっておりますね。アメリカはだいたい上位の席から埋まっていくことが多いって聞きましたんで、ここねかなりね経済格差あると思うんですけども、私は今回すごい高いと思って乗ってますけど、多分普通に乗る人はもうこれしか乗らないみたいな、エコを選ぶことすらない人たちもいっぱいいると思います。Close the door here and be on our way to Seattle this morning. Our flight time once we are airborne is 4 hours and 24 minutes. That's from wheels up to wheels down. フライト時間は4時間25分ですね。結構長いな。Miles an hour, great visibility. Some rain showers in the area and scattered. Please stay clear while flight attendants arm doors for departure. ということでドアが閉まりました。The evacuation flights of the forward doors can also be used for flotation. さすがデルタの拠点なんでいっぱいですね、デルタの飛行機が。それでは間もなく離陸します。サービス始まりました。飲み物はオレンジジュースにしました。こんな感じですね。スクランブルエッグとフレンチトーストでパンとフルーツですね。普通にめっちゃうまそうですね。熱々ですちゃんと。ということで一通り食べましたけど美味しいですね。このバナナ味のフレンチトーストがめちゃくちゃ美味しい。でパンもちゃんとあったかくてナッツとかレーズンが入ってるパンでした。これも美味しいです。はい、国内線でこのクオリティでちゃんとしたものが出てくるのは素晴らしいですね。ちゃんと選べましたからね。朝食メニューの中から6種類ぐらいあって、ベジタブルメインなのかパンケーキなのか、ただこのスクランブルエッグとベーコンだけなのかとかいろいろ種類はありました。それで今食後のコーヒーをもらったんですけど、スタバのコーヒーじゃないですね。変わったんだ。前はねスタバだったんですけど、こちらのメーカーのこれなんて読むかもわかんないですけど、このコーヒーですね。Alright, it's time to prepare for landing. Please make sure your seat bag and tray table are up. Yeah, you're right. Maybe she said I need something to put it in my purse.
いうことでほぼ定刻ですかね。シアトルタコマ国際空港に到着しました。よくよく考えたらね、1年半か2年前ぐらいかな、オーロラを見にアラスカに行った時に乗り継ぎで来てましたね。はいはいはい。だからこれ人生3回目ぐらいのシアトル空港ですね。今のところ時間的には順調なんで、このままちょっと一回外に出て、街の方にですね、ちょっととりあえずシアトルのダウンタウンの方、市場とかある方行ってみましょうか。ちょっと天気が心配ですね。雨降りそう。ということで到着しました。なんか懐かしいですね、シアトル。久しぶりに来たって感じがします。何気にちょっと移動が時間かかってますね。ターミナルの移動が遠いです。混んでるな。とりあえず外に出ました。まずはちょっとタバコ吸います。外がめちゃくちゃ寒いわ。今の気温12度か13度ぐらいかな。今表示されてました。寒い寒い、めっちゃ寒いわ。とりあえず今一服中です。今見た感じターミナルかなり改装中ですね。シアトル空港ね、外のここしかタバコ吸えないんで、中は喫煙所とか一切ありません。とりあえず今からね、デルタのチェックインの方に行って荷物だけ預けてからダウンタウンに行きましょう。あとね6時間ぐらいあるんで多分大丈夫ですね。シアトルがこんなに寒いとも思わなかったな。デトロイトより寒いですね。でハワイはあったかいんで、これから行くところは体調がおかしくなりそう。シアトル着いたら日本人増えましたね。もう何組か見ましたし、日本語の案内とか結構ありますね。めちゃくちゃ混んでるな。デルタのカウンター多分遠いな。これちょっと離れてるな。デルタはこの辺のはず。スカイチーム。とりあえずデルタのチェックインカウンター着きましたんで、荷物だけ預けてから街に行きましょう。スカイプライオリティでこんだけ並んでんだ。みんな多いな。国内線なんですけど、一応国際線のとこと混ざってんだね。それではデルタ航空のねチェックイン終わりまして、今10時5分ですね。でチケット発券と荷物も預けたんで、出発がね15時19分、あと5時間ぐらいはあるんでダウンタウン行きましょう。この下のリンクライトレール、これでダウンタウンまで行きます。シアトルタコマ空港からダウンタウンの市場とかある港の方までね40分ぐらいです。片道なんで往復2時間として、1時間半ぐらいは街を見れるかな。十分ですね。なんかクラムチャウダーとか食べて帰ってきましょう。電車で1本で行けるのはいいですね。楽ですわ。荷物さえ預けてしまえばスムーズだと思います。あと戻ってきても保安検査ね、スカイプライオリティレーンあったんで、あんだけ混んでてもスムーズに行けると思います。こういったトランジットをね数時間あるときに、弾丸で街に行くみたいなことはね普段私やらないんですけど、ちょっと今日はネタ的にやってます。ただこれリスクがあって、普通に行って戻ってこればね、時間計算して問題ないんですけど、向こうで財布を落とすとかスマホを落とすとかパスポートなくすとか、そういうイレギュラーなことをやると究極にピンチになります。これ今自分で言ってて予言みたいになりそうで怖いんですけど、気をつけたいと思います。それじゃあ切符買って乗ってきましょう。それではトラムのチケット買いました。往復で6ドル、片道3ドルですね。はい、素晴らしい。もうチケット買って上がったらすぐ列車来ました。これで乗っていきます。本当だったらね、ボーイングの博物館とか行きたかったんですけど、ちょっと無理だなと思いました。街に行ってなんかちょっと食べるぐらいがちょっと限界かもしれないですね。また多分来ると思ってその時に行きたいと思います。今日はちょっと弾丸で思いつきでやってるだけなんで。このトラムめちゃくちゃ速いですね。多分時速100キロぐらい出てるわ。爆速だ。これはいいですね。結構編成が多いというか8両編成ぐらいありますよね。なんで全然みんな座れますし、本数も今見たらね
9分か10分に1本ぐらいありますね。なんでどんどん来るんで素晴らしい。いきなり路面電車になりましたね。道の上を走ってるんですけど、でもそれでも速度速いですね日本の路面電車に比べたら桁違いな。でヨーロッパ行くとよくそういうの見ますけど、ヨーロッパよりも速いんじゃないかな。事故ったらやばそうだけど、なんかこういうことばっかりいつも考えながら乗ってます。それではウエストレイク駅に到着したんで、ここから地上に出て、今地下みたいなとこ走ってるんですよね。で行きましょう。この駅からね徒歩6分ですね。スタバの1号店とかあるような商業施設のところは。だからめちゃくちゃ楽だわその目的だけならね、他のとこ見て回るとあれですけど、素晴らしい。全部エスカレーターあるわ。うわー懐かしい、見覚えがある雰囲気だな。シアトルちょうど目の前ユニクロあるし、いいですね。綺麗で最高。トラムの駅から出てもうまっすぐですね。これ歩くだけで確か市場の方なんで合ってると思う。多分ね夜とかはやっぱりシアトルの治安良くないですよね。前も来た時そうなんか近くで発砲事件とかあったとか聞いた気がするんで、まあこの商業施設とかど定番のとこだけ行って戻ってくるだったら全然大丈夫かな。多分でもデトロイトの方が悪いと思うんで、なんか気が楽ですね。この坂道を下ればもう市場だ。ほぼ Google マップも見ずに来れましたちゃんと記憶にありましたね。俺記憶力いいんで。うわめっちゃ混んでるな。そうか、並ぶという可能性があったね。クラムチャウダーかロブスターサンドだけ食べて帰ろうと思ったんですけど、別に人気店じゃなくてもいいや、その辺のやつで食べましょう。でスタバもどうせ並んでるから見るだけでいいです。前回も確かそうだった気がする。ちょっと見てみますか。見ると食べたくなる。なんか有名なドーナツ屋さんもありますよね。前回行かなかったな。これかな。あとこういったジュースもね、リンゴジュースとかうまそうだな。1杯3ドル。うわー混んでるな。まあ、完全にこれ観光地価格なんで高いんですけど、まあでも食べましょうか。普通にお腹空いてきた。なんか食べたい早く。ちょっと人が多すぎて微妙ですけど、魚とかを投げるところですよね。ここね、投げながら注文してなんかやるやつですよね。サーモンか。これも前見たんでちょっとチラ見だけでいいです。これがあれだ、有名なドーナツ屋さんだ。こんだけ並んでるからもう無理だな、時間的に。今ちょうど混み始めましたけど、自分が入ったタイミング全然空いてたんで速攻で買いました。クラムチャウダー、真ん中のサイズですね。とあと、ただのボイルしたエビも買いました。これでねクラムチャウダーが 9ドルで、これがエビがね15ドルもします。これでなんでこれだけで3000円4000円ぐらいになると思うんですけど、確か前も同じことやったと思います。はい、同じ席でここで食べた記憶がある。いただきます。まあ、このために来たんで。あ、うまっ。寒いからちょうどいいわ。うまいっすね。このクラッカー入れて食べるとマジうまい。エビもいいですねこれ。あ、うめえ最高にうまいわ。これは無限に食えるね。今午前中の11時ぐらいなんですけど、結構混んでますね。日本人も学生さんたちとかさっきいっぱいいました。やっぱりシアトルは人気なんですね。ということで大満足しました。目的は達成できたんではい、もう満たされました。とりあえず、空港戻りましょうか。確かこの先がスタバの1号店ですよね。ありました、これですね、スタバの1号店。すげえ並んでるわ。ほとんどアジア人だこの辺日本人ばっかなんじゃない。こんだけ並んでるからちょっと今日も、ね、前回と同じく見るだけですね
並んでコーヒー飲んでる時間はないな。ちょうど滞在時間1時間ぐらいですね。いい感じだと思います。で今からまた40分50分かけて空港に戻って出発2時間前ぐらいですね。行きましょう。やっぱりね大麻臭いなと思ったけどよ、いるわこういう感じの人たち。もう薬物の人たちですね。汚染されちゃってる人たち意外といるね、シアトル。もうこの辺皆さん大麻か薬物やってる人ばっかですこんなね有名な観光地のところでこれですからね、やばいね。それでは、こちらの駅からウエストレイク駅からシータックタコマ空港に戻ります。シータックって名前がかっこいいよね。はい、それじゃあ乗ってきます。ということで無事になんとかですね時間通りに空港に戻ってくることもできましたし、シアトルのねダウンタウン一瞬だけ行ってクラムチャウダーとか食べれたんで大満足でしたね。飛行機も遅延しなかったんでアラスカ国ね良かったです。はい、4時間25分デトロイトからねまあまああるんですけど、今回ちょっと奮発して、選択肢がそれしかなかったんで、はい、国内線のファーストクラス乗りましたけど食事も美味しかったし、やっぱアラスカ航空自分は大好きですね。サービスもいいですし、スムーズですよね。トラブルも少ない気がする。はい、そんな感じで今回のねシアトル乗り継ぎ編の動画これで終わりたいと思います。もしかしたら動画のね時系列の順序が変わってて、もうすでにねハワイの動画も上がってるかもしれませんけども、その辺ちょっと気にしないで見ていただければと思います。はい、この後私はねここから乗り継ぎをしてまたデルタ航空でホノルルに移動していきます。はい、ご視聴ありがとうございました。皆さんよろしければ感想コメント欄に書いていただいて高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。